おはこんばんは。It's Sega and Bren で、本日は永田邸へようこそ。はい、ということで、本日は、はい、お家で居酒屋メニューを作って2人で居酒屋気分を楽しもうではないかという企画になっております。はい、はい、で今日は何を作るかっていうと、はい、こちらの本を使っていろいろ作っていきたいと思います。こちらはね、チャンネル登録者の方が送ってくれた本で、ちっちゃい、レシピっていうのがたくさん載ってるので、この中から食べたいものを選んで本日は作っていきます。はい、買い物もね、事前にもう済ましてあるので、あとは作るだけになってます。はい、じゃあ何から作ろうか。まずはムシムシポンチキ必要なもの、もも肉、あとプチトマト、塩、酒、はい、ポン酢、ごまドレッシング、ごま油。酒大さじ1だって。ラップをするんだよね、でも。うん、ふんわりと。これが俺のポイントだ。ここでふんわりラップをすることによって味に深みが出る。雰囲気だけ、声の雰囲気だけ合ってんじゃない？うん、だけど言ってることは全部適当。すごい適当。全然深みも何も出ねえよ。はい、電子レンジへどうぞ。こんな感じかな、ふんわりラップって。そうじゃない？電子レンジへ。来たね、電子レンジ。来たね、電子レンジへ。はい。はい、ポン酢大さじ2。大さじ2。そしてごまドレッシングを大さじ3ほど入れるんだ。3。で、ごま油は少々入れるんだ。少々。終わり？うん。これが永田邸特製のドレッシングさ。ドレッシングって言うんだよ。秘密だから誰にも言わないでください。ね、こんな感じです。美味しそうじゃない？その匂いがいいもんね。トマトつけて食べたい。じゃあ次何作ろうか。これかな？じゃあこれぽっきりパエリア。パエリア。はい、ということでこれが必要になるのがスパゲッティ、鶏もも肉、塩コショウ、オリーブオイル、パセリ、トマトジュースです。スパゲッティはあとエビあるよ、ここに。熱いのでご注意を。注意を。おお、大丈夫そうじゃない？大丈夫そう。美味しそうね。でこれであとは粗熱が取れるのを待ちます。結構熱いので気をつけてください、これやるとき。ね、熱い。爆発しやがって。はい、こんな感じでトマトジュース、水、オリーブオイル、あと塩少々入りました。はい。これを4等分だから、なんか先に真ん中をポキって折って、さらにそれを半分半分だって。じゃあよろしくね。でその半分とその半分。あ、顔に飛んできた。OK。おっ、アッシュのおもちゃが増えたよ。アッシュこういうの好きだもんね。好き好き。いいよ。匂いがトマトスープ。うん。ね。イタリア人、これはイタリア料理だと言ってませんので怒らないでください。たまにお叱りのコメントをいただいてしまうから、そのつもりでやってません。申し訳ございませんがご了承ください。6個だっけ？6匹って書いてあるけど、
もっとがいい？もっと入れてもいいと思う。8匹ぐらい。8匹ぐらい。Hey Siri。ブレン、シリこれなんて言うの？もしもし。Hey Siri だよ。Hey Siri。あ、でもブレンの声じゃなきゃ。Hey Siri。5分のタイマーお願いします。洗い物しながらね、やんなきゃどんどんなくなっちゃうね、皿が。そうだよ。俺洗い物するわ。そうやって切るんだ。うんね。知らなかった。TikTok ブレンの先生は TikTok だね。そうね、全部だってそれどっから知ったの？ TikTok。ね。だってみんな教えてくれるからね。いろんな人がいるからね。便利だね。TikTok のいいところだね。カレー粉、そして混ぜながら6、7分煮るだって、で汁気が少なくなったら強火で煮汁を飛ばしだって1、2分、ブレン、シリ呼んで。 Hey Siri。 7分のタイマーお願いします。タイマーは一度に1つしか設定できません。そんなことないよ。7分のタイマー。はい、7分からカウントダウンします。どういうこと？なんで俺の言うこと聞かないの？なんかウォッチでやるとね、できる。美味しそう、見て。美味しそう。唐揚げもあるからね。居酒屋って言ったらやっぱ唐揚げがね、そう。ありますから。で、どっちみちなんか作ってほしいって言ってたじゃん。なんかで、うんうん最近なんか作って冷凍してるじゃん。そう食べたい時に食べれるようにしてるから。そうなんです。はい、次はカニカマ道楽。たっぷり入ったカニカマが贅沢な豆腐蒸し。枝豆の色がとってもキュート。キュート。ね、その前にだし巻き卵を作った。居酒屋って言ったらね、やっぱりだし巻き卵よくあるもんね。そうで、この上に梅干しの梅肉と、鰹節をのせる予定です。はい、美味しそうです。カニカマ道楽は豆腐、枝豆、カニカマ、だし、塩、片栗粉、みりんでできます。こんな感じでふんわりとラップをかけレンジで2分半だって。ふんわりラップをかける。またまたしっかりかけることあるのかな。だっていつもふんわりだよね。いつもふんわりだよね。あとはこれにあんかけソースを作って乗っければ完成。はい。唐揚げもうすぐ終わるよ。ビールと日本酒と梅酒がございますが、どうなさいますか本日は。おビールいただきますわ。レモン水をちょっと作りました。美味しい。わぜうまか？うまか。美味しそう。美味しそう。はい、じゃあできましたよ。ね。何種類作ったんですか1、2、3、4、5種類。5種類。本当にでも簡単だったよね。何回も言ってるかもしれないけど、全部で多分1時間で全部作れると思う。人呼んだ時はいいよね、これってね。なんか思ったよね。なんかこんな綺麗に見えるじゃん。でもすごい簡単だった。簡単だった。ね。じゃあ今日はたくさん作ったので、まず一品一品どういうものを作ったかっていうのを紹介します。はい。こちらはポッキリ折ったパスタを使うカレー味の簡単パスタパエリアです。お次にこちらは動画では何回か出てるブレン特製のオリジナル唐揚げになっています。こちらはたっぷりのカニカマと枝豆が入った豆腐蒸し料理です。
4品目はブレンが一番お気に入りのムシムシポンチキという料理です。だいたい5分で全部できる超簡単料理です。そして最後の一品はだし巻き卵に梅干しと鰹節を乗っけた一品になっています。はい、じゃあ食べましょうか。食べましょうか。頑張りましたね。頑張りました。何飲もうかな。ビールじゃないの？ビール、ね、あとさゆり、あと梅酒でレモン水。レモン水ちょっとね、飲んでるけど飲む？美味しいよ。レモンサワー作れそう。ね、いいね。ビタミン C。ではどちらから飲みますか？私はビールいただきますけど。じゃあさゆりちゃんいく？さゆりちゃん、じゃあまずはビールで乾杯しますか？はい。はい。お疲れ様でした。日曜日です。皆さんようこそ。ようこそ。長田亭。長田亭のマスターがキスします。これは主人限定です。はい。お客さんにやってたらやばいね。乾杯っつって。美味しい。美味しい。何からいただこうか。俺チキン食べてみたい。Okay。あ、素敵な箸ですね。そうだよ。チャンネル登録者の方からいただいた。じゃあいただきます。いただいて。美味しい？あ、この顔は本当に美味しい時の顔だ。結局うまい。居酒屋じゃん。本当。じゃあ私パエリアいっちゃおうか。いやこれ居酒屋で655円くらいで買うよ。リアル。じゃあ俺もこれ値段当てるわ。はい。居酒屋だと499円。この量で？悪くないね。カレーの味がすごい効いてて美味しい。美味しい。なんかお弁当のスパゲッティみたい。ね。エビと一緒に食べるとね、また。エビうま。長田亭いいね。これは長屋の CM ではありませんが、長屋さんぜひ。本当に。なんかもうよく飲んでます。料理番組したいわ。ね。食べる専門。作るのも楽しいけど。じゃあブレンが絶賛するこのチキンいただきますよ。どうぞ。間違いないですね。間違いないですね。次は唐揚げかなんていうんだっけこれ。カニドーラあんかけみたいな。あんかけ。豆腐のあんかけみたいな。か卵。どうしますか？あんかけいこうかな。いいんじゃない？想像つかない。これ不思議だよね。卵で、卵使ってないけど豆腐だけでこんなになんかふわふわになるのってか。なんていうの？優しい味っていうの？美味しいね。なんか冷やしても美味しそう。ね。カニカマの味が。カニカマ、そう、カニカマと枝豆が入ってるから、この味がしっかり出て美味しい。次は大好きな唐揚げいっちゃう？レモンは絞ったんですか？まだ絞りますか？お願いいたします。はい、了解いたしました。少々お待ちくださいませ。これ後ろにのれんがあるけど、これは温泉です。温泉ののれんです。湯って書いてあるんですけど。でもちょっとでも居酒屋ね、ぽさを出そうと思って。ね。出てんじゃない？出てると思うよ。いただきます。はい。どうぞ。美味しい？レモンってなんでこんなに唐揚げに合うんだろう。プルプル。いくら食べても足りません。中田亭がもし本当に開いたらみんなは来たいですか？ぜひぜひ。もしね来たいと思った方は高評価とコメントで来たいって言ってください。みんなのために作ってあげたいね。ちょっとね一気にみんな入ったら困るのでちょっと人数制限しながらやんないとね。でも本当になんかいつかはなんか誰かのためになんかをね、ご飯作ったりとか、あとブレントもさっき話したけどそのホステルとかいつかね本当になんかホステルでもホステルはさいいよね。だって全部の夢が叶うじゃん。そう料理作ってそうあげれるし、なんか岡山でお世話になった人たちいたじゃん、そのホステル、あれ本当に素敵だったよね。素敵だった。そういうのやりたい。食堂あったじゃん。だからホステル関係の方いたらぜひ私たちに投資をしてください。一
一生懸命頑張ります。ね、本当にそういうビジネスしたいわ、いつか。温泉がついてるホステルだったらぜひ、本当になおさらお願いいたします。お願いいたします。日替わりメニューとかで出せるよね、こういうの。卵食べなきゃ。梅肉と鰹節とだし。だし、はい、来た。ね、あんましきれいにできないけどね、あれ持ってないから。あれ卵のフライパン。そう。やっぱり居酒屋でもね、このさっぱり系はたまに挟みたくなるじゃん。今回でもいいバランスじゃない？油系、で、まあ、これはさっぱり系に入るかな、サラダとしてみよう、で豆腐ヘルシーでしょ、でこれはお口直し的な感じで、でこれはまあ炭水化物がっつり系だね、でもさ、アメリカの居酒屋ってさ、こんなに料理ないじゃん。でびっくりしたもん、アメリカに来て、なんか本当にバーっていうのはなんかお酒を飲むための場所みたいな感じがする、なんかみんなあんましなんか飲みながら、食べるのが好きじゃない、ね、自分もなんか18歳の時に日本にいたから、その最初のお酒とのなんか経験は全部日本だったから、なんか飲みながら食べるのがすごい好き、だけどなんかこっちはちょっと違うよね。なんか俺はさ居酒屋で食べるのが好きじゃん。そうだからなんかまあバーに行ってみたいな、フードメニュー何みたいなね。でも最近なんかお世話になってるなんか日本の居酒屋あるじゃん、でこんな感じで出てくるじゃん。あれはそういうとこがいいね。結構お腹いっぱいになるなんかご飯なんかそうだよ、言わなきゃ。変圧器がぶっ壊れましたそうだから今ね、ご飯食べれないんだけど、新しい変圧器がまあ、来週届くから、その後はまたご飯をねいっぱい食べたいけど、いつもなんか炊飯器に頼ってるからさ、それが使えないってなったらすごい大変ね、本当にショック。生後が泣いちゃったじゃんね。もう世界が終わるとこだったよでも居酒屋とかさ、なんか、まあ、例えばホステルとか、出すとしたら名前は何にするの？長田でいいんじゃないの？長田ホステルでも、ホステルはちょっと違うか。長田の家とか、なんかありがたい名前がいいよな。なんか服とかが漢字が入ってたりとか、あとは来てくれた人みんなが幸せになるよみたいな感じの名前。幸せの感じとか、そうね、絆とか、みたいな。見事完食しました。はい。これは明日に取っとくのでカウントしません。はい。お腹いっぱい。お腹いっぱい結構ね。白米炊かなきゃ大丈夫かなと思ったけど全然いらなかった。いらなかったね。でもね、そう考えてみたら居酒屋ってあんまし白米食べないじゃん。食べないね。だからそんな感じだよね。締めのお茶漬けとか、みんなもね本当にぜひ作ってみてください、おすすめです。ってことで今回はこの居酒屋企画みたいのを初めてやってみたんですけど、もしみんながこの動画好きで、あとはその高評価が1000以上いけばまた今度は焼き鳥の回だったりとか、まあいろんな献立でとか、まあシチュエーションに分けてやっていきたいと思っているので、もしよかったら高評価とかチャンネル登録してもらえると嬉しいです。お願いします。お願いします。あとは SNS。 そうですね。そうですねあとは概要欄のブログと SNS のチェックお願いします。はい。ってことで、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ちょっと酔っちゃった。そうですね。そうですよ。暑い。酔っちゃったか、いつもの通訳の癖か。そうね。わかんないね。そうですね。そうですよ。はい。